はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はこのクリスマスから年末年始にかけての恋愛運と、新たな出会いを求めていらっしゃる方に関しては来年の2月末までに出会いがあるかどうか見てみたいと思います。よろしくお願いします。そこですでに今パートナーがいらっしゃるとか、片思いしてるとか、思いを寄せている方がいらっしゃる方はその方のことを思いながら聞いていただければと思います。この年末年始とかね、このお休みの期間が多いといつも以上に関係性がぐっと近くなったり、あとは少しいつもと違うなって思ったりっていうことでね、揺れやすいので、それを今パートナーがいらっしゃる方はそのことを見て、出会いが欲しい方は2月末までのやつをまた見ますね。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。いきます。カップ9。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。戦車の逆。はい、ちょっと後で解説します。なるほど。ちょっと落ち着いてる感じだなっていう感じがしますね。まず2人の関係性はってこの期間のね、2人の関係性はって言われると戦車の逆位置なんですね。でもこの戦車の逆位置だからといって止まってるっていうわけではなく、お互いがお互いに忙しくしてるのかなっていう感じがあります。だからお互いに向き合ってるというよりはお互いがそれぞれで忙しくしてるみたいな感じがありますね。でもだからといって感情がないわけじゃなく、カニ座の皆さんはやはり非常に相手のことは大事に思ってるし、もうこの関係性は崩れないしみたいな感じで、ワンドのようにペンタクスのキングということで非常に相手のことを尊敬しているというか、相手のいいところをしっかりと掴んでるから、ちょっと相手の言葉がどうこうだったかとかって言葉一つでその相手の存在の重さが変わるわけじゃないって感じがして、非常に強く相手のことを思ってるなって感じがします。なくしたくない、むしろなくしたくないし、温めていきたいし、尊敬してるみたいな、そんな感じです。この関係というか、その人に関しての価値っていうのは十分に患者さんは分かっているっていう感じですね。そして相手の方は相手の方で患者さんのことを可愛く思っているというか、大事にしなくっちゃみたいな、そんな感じがあります。とても大事に思ってますよ。ただ今これはペンタクスのページというカードと、そしてワンドの8なんですよね。これスピードっていう感じで、私から見ると逆位置なので、相手の人っていうのはちょっと状況的に遠くに行かなきゃいけないとか、もっと期限が迫ってるとか、この期限以内に何かをしなくちゃいけないということでちょっと忙しい感じがするんですよね。なのでお互いにすごくしっかりとしてるけど、感情を見せ合ったりとか、何か感情がお互いに浸透し合って嬉しいみたいな、そういう感じではないんですね。お互いがお互いの世界で忙しくしているっていう感じです。なんでまるでちょっとこの期間はじゃあ少し別々で過ごすとか、少し距離があるのかなって感じはしますよ。でもだからといってそれが消えていくみたいな、そんな感じでもないし、全然感情的に傷んでないというか、安定してます。だから落ち着いてるなって感じがしたんです、最初に。そしてこの相手の方っていうのはもっと自分のクリエイティブな部分を出していきたいというか、クリエイティブに生きていきたいって感じで思ってるんですね。これは別に会社がどうこうではなく、仕事がどうこうっていうわけではなく、自分が自分の生活を自分でクリエイトしていきたい、自分で決めていきたい、自分が心地よく過ごすための生活の時間の使い方をしたいとか、もしくは自分のアイデアをもっと仕事に入れたいとか、何か生産性とかクリエイティブっていうことを自分の中からもっと膨らませたいと思っている。だけどそんなにそれがすぐにうまくいくっていうわけではなく、少し時間がかかるんだとか、もっとじっくり練りたいんだみたいな感じがあります。そして患者さんは患者さんで、この関係っていうのはもう十分に大事な関係っていうのがあるから、自分が行動を起こさなくてもいいっていうような感じがするんですよね。状況に合わせてお互いの状況に合わせてうまく調整していけばいいから、自分から何かを引っ張っていくとか、この関係をどうにかしようとか、そういう感じではない。ただ少しなんとなく感じるのは、
全面的にこの人のことを信頼してるとか愛してるとか大事っていうのはあるんだけど、少しその奥になんか怒りみたいなものがあるなって感じがします。ちょっと不満っていうか、本当はもうちょっと小言を言いたいみたいなもうちょっと分かってほしいとかっていうのもあるのかなって感じがしますが、でもすごくお互いに落ち着いてるし、大人な対応し合ってるし、本当そんな落ち着いてるなっていう感じです。もう少しちょっと違うカードで深掘りしてみましょう。相手はどう思ってるのかな。癒しということで、なんかケアしてほしいって思ってるみたいですね、患者さんに。本当はちょっと心が疲れてるんだよねとか、いろいろ今自分のクリエイティブさを出したいとかね、いろいろ思ってる時ですけど、もうちょっとなんか慰めてほしいとか、励ましてほしいとか、応援してほしいとかっていうか、内部な自分の気持ちをもうちょっと分かってほしいみたいな感じはあります。蟹座さんはなんかこれはカードとしてはトラブルっていう意味ですけど、全然トラブルが起こるってわけでなく、もともとお互い違う存在なんだからっていうことを十分理解しているって感じがしますね。大人ですね。なんかぴったり合う、夢のようにぴったり合うとかじゃなくて、それぞれがデコボコしてる、そういうもんだから人はみたいな感じで、自分の欲求や相手の欲求が違って当然みたいな、そんな感じがありますね。だからこそあまり幼稚なことを言わないというか、大人な対応で相手のいいところを見れるんだなっていう感じが今分かりました。はい、そしてこれからの可能性ですが、慈愛というカードが出てますね。これからの可能性として慈愛っていうカードが出てるので、やはり今お互いに自分のことを大事にしましょうという時期なのかもしれませんね。もちろん関係性はいいからこそなんですけどね、向き合っていくっていう、関わっていくっていうよりも今自分を大事にしましょうっていう感じがしました。はい、それとあとコントロールするのはやめましょうっていう感じがしますね。してないと思いますけど、でもどうしてもコントロールしたくなる時って出てくるかもしれないので、そういう時に無理にねコントロールするのはやめましょうと。そしてお互いにとても幸せな感覚を満喫してくださいっていう感じです。また会える時は絶対あるわけだから、その時に十分楽しんでくださいって感じですね。いいじゃないですか、とっても。はい、ちょっとここまでにしておきますね。このパートナーシップに関して何かヒントを得られましたとか分かりましたよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をいただけると嬉しいです。コメントもねお待ちしております。じゃあここから新しい出会いに関してちょっと見てみたいと思います。新しい出会いね。これは年末年始だけではなく、来年の2月末ぐらいまで見ますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。デビルワンドのプリンス、ワンドのナイトですね。これはカップ3の逆、そしてスター、ソード5、ワンド9の逆、そしてワンド5の逆です。気をつけることや対策がソード9の逆とカップ6の逆とオラクルは、はい、ペンタクスの5ですね。へーって感じで5が3枚も出てますよ。新しい出会いありますかって言った時もシンプルにはいありますとかはいないですみたいな、そんな感じじゃないです。全然ね。まず新しい出会いを受け入れようと思えば受け入れられるチャンスはあります、状況はありますっていうふうに出てますね。だけどなんだかその新しい出会いを求めるにあたってすごく引っかかってることがあるって感じがするんです。入り口がデビルなので。なんで本当は素直に出会いを求めに行きたいとか、もっと求めてますって公表したいとか活動したいんだけど、そうはできない何かがある。そうしちゃダメなんだと思い込んでいる自分がいるって感じかもしれませんね。誰かそれはどうしてなんでしょうか。なんかもうこれ以上なんかあの人ほど好きな人はできないからみたいな思いで自分を止めているのか、もしくはなぜかわからないんですけれども、なんか新しい出会いを求めようとする自分を全然許可してないって感じがするんですよね。そしてその新しい出会いを求める喜びっていうものも今は見えてないっていう感じです。
どうしたんですか何かどうされましたかって感じですね、これは。いや全然求めてますよっていう方は、なんか夢物語的に求めてるけど現実的には本当に出てきたら困るみたいなのとか、何かをもっと整理してからじゃないと向き合えないんだみたいな感じがありますよ。っていうのがすごく他者の目を気にしてるし、もしかしたら例えばの話ですけど、その昔深く関わっていた人っていうのがこう同じ仲間の中の人で、その人と別れたとこだからすぐ新しい人行くとかできないとかですね、なんだか自分が後ろめたい感じがあるんですよ。自分が新しい人と出会おうと思ったら、なんか後ろからなんか言われるとか、なんかある意味刺されるとか、他者から観察されてるみたいな、そんな感じがあって、素直に喜べない、素直に行動できない。そしてここもワンドの9っていうのは、本当は求めてる気持ちもあるけど今の自分ではダメなんですみたいな、なんか今の自分はまだ準備ができてないんですっていうのがあり、そして頭の中でぐるぐる考えている。このワンドの5の逆っていうのも本来はもう動きたくても動けない、だからもう諦めますとか、もう任せます、流れに任せますみたいな感じもあるし、対策のところでもやっぱり頭の中でぐるぐる考えないでねっていう風に出てるんですよね。気持ちは、過去は過去、ここからもし新しい人生とか今の自分にフィットした人と関わるって思うのであれば全然受け入れたらいいんだけど、なんとなくその昔のとか過去のなんか痛手なのか誰かなのかのことを引きずっているのか、気持ち的にすっきりできないのか、自分にはその価値がないと思っているのか、全然カードで見る限りは新しい出会いを自分で許可してないって感じがするんですね。気持ちはありますよ。新しく出会いたいという気持ちはあるけど、もっと深い潜在意識の中ではもうギュッとダメだみたいな感じになってるんですね。なので本当の自分の価値っていうものをしっかり見つめてくださいっていう感じだと思いました。私はこのペンタクスの5のカードっていうのは価値がある、そこに価値があるのにそれに気づかずに通り過ぎている、そして自分は寒い雪の中で裸足で歩いてるみたいな感じなので、本当はすぐそこに目の前にその価値があるっていうカードなんですよね。なので本当は自分自身にもう何でも許可してもいいし、恋愛するなら恋愛してもいいし、でもなんかもっとこうでなければできないとか、もっとこういう状況でなければいけないんだみたいな縛りがすごくあるのかなって感じがしますよ。なのでそこはちょっと緩めてねって感じですね。まあそうだなって思い返してみて、確かになって言って、自分がどんな縛りが自分にこうでなければならないって思ってることを書き出してみるとか、逆に言うとこうだったら恋愛できるっていうその条件を自分で書き出してみると、うわこんなに自分で自分のこと縛ってたのって思うかもしれないので、その出会いとして出てきますかっていう前に、まずその準備ができてますかっていうのをカードは言っています。まあね、来年の、全体を通しての来年の前半のまた上半期の占いをしていきますので、そちらも参考にしていただきたいですし、来年の後半の方がよっぽどね患者さんは光ってくるので、あえて無理して探さなくてもいいのかもしれないですね。今はいろんなことを消化していく時なのかもしれませんね。感情的なものとか誰かとの関係性においても。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみたいと思います。はい、これかな。はい、パストライフリレーションシップということでこのカードが出ました。いかがでしょうか。パストライフってね、本当に過去世なのか、もしくは自分にとっての現世だけど過去の人なのかわからないですけども、何かもう過去に関係した人が影響してきてますよって感じがします。もう一度何か出会うかもしれないし、過去に出会った人が何か関係してるんだなって感じです。これはいい意味でもう一回出会うのか、すでに今もう出会ってるのかもしれないんですけどね、過去の人っていうものがすごく足を引っ張ってるかもしれませんね。もしくは新しく出会う人がやっと出会えたっていう人なのかもしれませんが、でもうちょっとなんとなくですが、私は今回のリーディングでその何か自分を縛っているものや解消したいものというのがまず大前提にあるので、それをクリアにすることで自分の価値、今の自分の価値っていうものをしっかり見つめて、時とともに溶けていくんだな、そして輝いていくんだなって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またすぐにね上半期の動画をアップしたいと思いますので楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。